おはようございます。ジンギター工房の神谷です。いつもご視聴ありがとうございます。質問&リクエストフォームから取り上げます。いつも動画を楽しく拝見しております。ありがとうございます。さて、グレコの1975年頃のレスポールモデルを中古で購入しました。ポジションマークと指板に段差があります。ポジションマークのパーツが指板面よりもへこんでいる状態です。これは演奏性には支障ないものと考えられますか？レスポールモデルということでマークの面積が広めなので影響範囲が気になっております。また新品の時からこの状態なのか、何らかの経年変化でこうなったのかお分かりになりますでしょうか？修正するとしたらパーツを外して新しく作成したパーツをはめ込んでから指板修正のような流れでしょうか？よろしくお願いいたします。こういうご質問をいただきました。ありがとうございます。これは簡単ですね。簡単ですねというか、経年変化でこうなります。このポジションマークってレスポールのスタンダードだと樹脂製の貝殻を模したね、こういうような素材なんですよ。レスポールのカスタムになるとこれが本物の貝なんですね。本物の貝と、樹脂製のポジションマークと比べると経年変化が起きやすいのは樹脂製のポジションマークの方がなりやすいです。それはなぜかっていうと、バインディングとか、プラスチック製品全般に言えることなんですけれど、年月が経つと、加水分解ですかね。っていうんですかね。縮んだり、脆くなったり、ボロボロ崩れたりとかね。そういうことが起こるんですね。完成した当時は、こういう風な段差はできてないです。もう真っ平らで、なってるはずです。年月が経つと、そのポジションマークの部分が、素材が反ったりね、変化してきてこういう段差になったりとかっていうことが起こるんですけれど、演奏性で支障がありますかっていうことなんですが、本人が気にしなければ別にそのままでもいいです。もう本人次第です。そこの演奏していてその段差なりが、指に引っかかってどうしても気になるんだっていうことであれば処置しなければいけないですし、全然いやもうこんなの気になんないやっていうんであればそのままほっといてもね問題はないです。ただ物によっては一応見た目ちゃんと埋まって接着されてるように見えるんですけれど、接着力も弱ってきて簡単にポロって取れることもよくあります。古いギターとかでホコリ飛ばそうかなと思ってダスターとかでね指板面ビャーって強い空気を吹きかけたりするとポジションマークがねポロって取れたりね浮いたりすることがよくあります。で、これもう接着が弱って外れかけてんだなっていうね、そういうのはよく見かけますね。そういう場合どうするかっていうと、元のポジションマークが存在するんであれば、それがねちゃんと浮いたりとかしてるだけなんであれば、一旦それ外して取れるものであれば外して、で、瞬間接着剤何滴か垂らしてグッとはめてあげる。再接着はできますね。ただね、これがポジションマークがねエビ反りに反り上がってるものもあるんですよ。こんなような形でもう両端がエビ反りに反っちゃってるケースっていうのも見かけます。もしくは逆に中央部分が盛り上がっちゃってるような感じになってるのもあります。こっちの方は割と接着しやすいんですけれど、こういう形に変形しちゃってるポジションマークを、再接着しようとすると、この両端を何かしらのあれで均等に端っこを押さえつけないと、何にも考えずに接着してしまうと後でかなり端っこが浮いた状態で固まっちゃうので、ちょっとコツは必要なんですよね。で、元々のポジションマークが再接着できたとしても必ず多少の段差はできちゃいます。全く段差ができないこともありますけれど、もし万が一ポジションマークが外れてしまって元のポジションマークがもうなくしちゃったとかっていう場合には、新たに元の形の通りのポジションマークを作って、埋めて、で出っ張った部分を削ってそれで仕上げないといけないんですけれど、結局そういう作業をするときには必ずフレットが邪魔になるんですね。一
箇所2箇所だったらいいんですけれど、面積が広いポジションマークに関しては作業上は可能なんですけれど、150番とか、そのぐらいのペーパーで表面を平らにしていかないといけないんですね。ポジションマークっていうのは、埋める溝をこのぐらい掘ったとしたら 0.23 ミリとか多少こう出っ張して貝を埋めるんですよ。埋めた後に今度はペーパーとかで指板面と同じこう高さにまで平らに削っていくんですね。でその削っていく段階でどうしても粗いペーパーなので傷がつくじゃないですか、ペーパーの。でそのペーパーの傷を150番からだいたい360とか600番ぐらいまで仕上げるんですけれど、元の表面よりは多少ね削れてしまうんですよ。それこそ 0.1 ミリ 0.2 ミリとかっていうそういう世界なんですけれど、指板面の表面が粗い仕上がりのもの、特にギブソン系ですね。ギブソンの指板面の仕上げっていうのは粗いですから、ギブソンクオリティなんで、粗ければ粗いほど新たにこういうふうにねポジションマーク埋め直したとかっていう場合は、そこの施した場所だけちょっと小切れになっちゃうんですよ。その他処置していない部分の指板面の質感と比べると、その処置した部分だけ少し小切れになっちゃうんですね。明らかになんかここ処置したんだなっていうような見た目にならざるを得ないんですよ。でじゃあ粗いペーパーのままそこで止めときゃいいじゃないかって思うかもしれませんが、ペーパーをかける方向がフレットがこうある状態ではこういう風な方向にはかけられないんですよね。フレットのこの間隔の間で擦ることはできるんですけれど、フレットにこう近い部分っていうのはなかなか、削れないんですよ、均一に。だからどうしてもこう粗いペーパーのうちはこういう方向で削るしかないんですね。240、360番ぐらいになってくるとこういう方向にねペーパー掛けをして木目の方向と揃えますけれど、もしポジションマークなくしてしまって新たに埋め直す場合にはそういう風なデメリットがありますね。あと貝殻であれば同じ素材を用意することはできるんですけれど、こういう樹脂製のポジションマークだとこのね微妙な模様具合が全く同じものっていうのはなかったりすることがあります。一箇所だけ新しいポジションマークに交換するとなると、そこの交換した部分だけ模様が違うとか色合いが微妙に違うとかね、そういうことにもなります。はい。で最後おまけ、これ見ていただくと、これはダイワマークさんから確か取り寄せたんだっけかな、どっちかな、ステマックかなどっちか忘れましたけど、こういうふうに裏側が白くね塗られてるんですよ。でこれなぜこうなってるかっていうと、埋めた時に大抵ローズウッドとかエボニーですよね。こう背景が黒いじゃないですか。でその黒い部分の要は色が透けて見えちゃうんですね、樹脂製のやつだと。今こういう風に単体で見てるときはこういう明るい均一な色ですけれど、埋めた後に削っていく段階でポジションマーク自体は平らですけれど指板面は曲面なんで両側がこう薄くなりますよね。その場合に下地のそのエボニーだったりローズだったりっていうその黒い木の色が透けて見えちゃうことがあるんですよ。両側だけ少しね若干ですけど黒く見える場合があるんですね。下地の色が透けるっていうのは本物の貝殻でもあります。アバロンとかこういう貝に関してはそれほど目立たないんですけれど、マザー・オブ・パール系でこの白い貝殻の場合はあんまりにも薄くなりすぎると下地のねエボニーとかローズの色が透けて見えます。貝殻持ってる人がいれば強い光をね裏からこう当ててみてください。光がね多少透けます。はい。ということで、そんな感じでございます。お知らせ。2023年3月19日、日曜日ですね。超絶メタルトレイン4ということで、第4弾、メタルトレイン。また私は手伝いに行くと思います。ケリー・サイモンさんがね、電車の中でめちゃくちゃ早弾きをするという、違うな。
スミヤグッティさんが主催でやりますので、皆さんぜひご興味がある方はぜひ、ご参加ください。詳細はね、またスミヤグッティさんのホームページとかチェックしてください。はい、いかがでしたでしょうか。よろしければ高評価ボタンとチャンネル登録をお願いします。それでは。